ねえねえメタン、一口で数万円する食べ物があるって本当なのだ？本当よ。世の中には食べる前に値段で震える食材があるの。食べる前に震えるのだ。それはもうホラー飯なのだ。しかもただ美味しいから高いだけじゃないの。美味しい以外に食べ物が高くなる理由があるのだ。あるわ。希少性、手間、育つまでの時間、それに産地ブランドも大きいわ。つまり味だけじゃなくて背景ストーリー込みの値段なのだ。そういうことね。食材というより自然界のプレミア商品よ。自然界にも限定版商法があるのだ。中にはグラム単位で値段を見るのが怖くなる食材もあるわ。食べ物なのに貴金属みたいなのだ。口に入れるより金庫に入れたいのだ。ということで今回は高すぎる食べ物ランキングトップ5を紹介するわ。絶対僕には一生食べられないやつなのだ。第5位は日本が誇る高級食材、松茸よ。秋になるとよく聞くやつなのだ。土瓶蒸しとか松茸ご飯とかのやつなのだ。そうね。国産の松茸は 1kg で数万円から状態や産地によっては数十万円することもあるの。キノコなのに高すぎるのだ。森に生えてるのに値段が百貨店なのだ。松茸が高い大きな理由は人工栽培がとても難しいことね。キノコって栽培できるイメージなのだ。椎茸とかしめじとかスーパーにいっぱいあるのだ。でも松茸はかなり特殊なの。赤松などの木の根と共生して育つのよ。だから畑や工場で安定して作るのが難しいの。つまり松茸は人間の都合で働いてくれないキノコなのだ。言い方は変だけど大体そうね。まさかキノコに労働拒否される日が来るとは。気温、雨、土の状態、山の環境、いろんな条件が揃わないと出てこないの。完全に自然界のガチャなのだ。しかも排出率が低すぎるのだ。しかも松茸は香りが大事な食材なの。昔から香り松茸、味しめじというくらいよ。香りにそんな価値があるのだ。あるわ。松茸は食べるというより香りを楽しむ高級食材なのよ。つまり鼻で味わう課金アイテムなのだ。さらに国産松茸は収穫量が限られているわ。その年の天候にも左右されるの。収穫量が少ない年はさらに高くなるのだ。そう、需要はあるのに数が少ないから値段が上がりやすいの。僕が山で松茸を見つけたら一攫千金なのだ。その前に見分けられなくて別のキノコを持って帰りそうね。急に命がけになったのだ。食材探しじゃなくてサバイバルなのだ。第4位は世界三大珍味の一つ、キャビアよ。出たのだ。セレブが小さいスプーンで食べてそうなのだ。キャビアはチョウザメの卵を塩漬けにしたものね。高級品だと 100G で数万円することもあるわ。卵でそんな値段になるのだ。僕の知ってる卵と世界観が違うのだ。普通の卵とはかなり違うわね。高い理由の一つはチョウザメの成長に時間がかかることなの。どのくらいかかるのだ？種類にもよるけど卵が取れるまで8年から10年以上かかることもあるわ。長すぎるのだ。食材というより長期投資なのだ。本当にそんな感じね。しかも育てるには広い設備や水質管理、餌代、人件費もかかるの。キャビアって食べ物じゃなくてプロジェクトなのだ。しかも途中で失敗できないプロジェクトね。プレッシャーがすごいのだ。養殖でもある程度は安定するけど時間とコストが大きいから高級品になりやすいわ。10年育ててやっと卵なのだ。途中で僕だったらもう無理なのだってなるのだ。それを管理し続けるから価値があるのよ。キャビアを卵かけご飯にしたらどうなるのだ？料理人と財布が同時に泣くわね。食べる前に謝罪が必要なのだ。ちなみにキャビアは粒の大きさや色、風味、チョウザメの種類でも値段が変わるの。卵にもランクがあるのだ。あるわ。ベルーガ、オシエトラ、セブルーガなどが有名ね。名前からして高そうなのだ。もう呪文みたいなのだ。高級食材の世界では名前の響きも大事かもしれないわね。僕もツンダイヤモンドとか名乗れば高級感が出るのだ。それは枝豆ね。現実に戻されたのだ。第3位は黒いダイヤと呼ばれるトリュフよ。
名前からして強そうなのだ。もう食材というよりボスキャラなのだ。トリュフは地中にできるキノコで、高級品だと 1kg で数十万円以上することもあるわ。またキノコなのだ。キノコ界金持ち多すぎなのだ。トリュフが高い理由は、まず見つけるのが難しいことね。地面に生えてるなら探せば見つかりそうなのだ。それが地中に埋まっているから、人間の目では見えないのよ。見えない食べ物なのだ。それはもう隠しアイテムなのだ。だから専用の犬や豚が香りを頼りに探すの。犬が探す食べ物なのだ。完全に宝探しなのだ。実際地中の宝石みたいな扱いね。トリュフ犬めちゃくちゃ有能なのだ。僕より稼いでそうなのだ。比べる相手を間違えているわね。ぐぬぬなのだ。僕もスコップを持って山に行けばいいのだ。ただ地面を掘り返して怒られるだけよ。トリュフハンターへの道は険しいのだ。さらにトリュフは香りが命なの。料理に薄く削って少量だけ使うことが多いわ。少量でいいのだ。むしろ少量で香りを楽しむものね。パスタやリゾット、卵料理に削るだけで一気に高級感が出るの。つまり料理に振りかける高級オーラなのだ。近いわね。ただし香りは時間とともに弱くなるから鮮度も大事なの。見つけるのも大変、保存も大変、使う量もちょっとなのに高いのだ。だからこそ高いのよ。高級食材、だんだん修行みたいに見えてきたのだ。第2位は香辛料の王様、サフランよ。カレーとかサフランライスに入ってるやつなのだ。そうね。パエリアやブイヤベースにも使われるわ。独特の香りと色をつける香辛料よ。香辛料ならそんなに高くなさそうなのだ。小さい瓶で売ってるイメージなのだ。ところがサフランは 1G あたり数百円から数千円することもあるの。グラム単位で高いのだ。薬品か宝石の量り売りなのだ。サフランが高い理由は取れる量がとにかく少ないことよ。どのくらい少ないのだ。サフランはアヤメ科クロッカス属のサフランの花のめしべの先端、赤い中東を乾燥させたものなの。花びらじゃなくてめしべの先っぽなのだ。そう。しかも一つの花から取れるのは赤い糸みたいな部分がほんの少しだけよ。可食部がピンポイントすぎるのだ。花もそこだけって思ってそうなのだ。しかも収穫は基本的に手作業。花を摘んでめしべを取り分けて乾燥させる必要があるの。手間がすごすぎるのだ。サフランライスの黄色、努力の色だったのだ。さらにたくさんの花を使ってもできるサフランはごくわずかよ。つまり大量の花を集めてやっと小瓶一つなのだ。そういうことね。効率悪すぎるのだ。でもだから高いのだ。その通り。だからサフランは赤い金と呼ばれることもあるわ。赤い金、もう食べ物界の通貨なのだ。実際少量でも料理の香りや色を大きく変えるから昔から価値が高かったの。僕次にサフランライスを見たら拝んでから食べるのだ。そこまでしなくてもいいけどありがたみは増すかもしれないわね。そして第1位はホワイトトリュフよ。またトリュフなのだ。キノコ界ランキング荒らしすぎなのだ。ホワイトトリュフはトリュフの中でも特に高級とされる食材ね。ものによっては 1kg で数百万円になることもあるわ。もう意味がわからないのだ。キノコに家計を破壊されるのだ。高い理由は黒トリュフ以上に希少で安定した栽培が難しいからよ。黒トリュフでも十分レアだったのにさらに上がいるのだ。いるわ。特にイタリアのアルバ産の白トリュフは有名ね。アルバ産、名前だけで高そうなのだ。もう皿に乗る前から買ってるのだ。白トリュフは季節も限られていて主に秋から冬にかけて流通するの。収穫量が少ない年は価格が一気に上がることもあるわ。つまり期間限定、数量限定、産地限定なのだ。そう。高くなる条件が全部揃っているのよ。完全に限定ガチャなのだ。課金しても出るとは限らないやつなのだ。さらに白トリュフは香りが非常に強いの。料理に薄く削って使うことが多いわ。さっきの黒トリュフみたいにちょっと削るやつなのだ。そうね。パスタやリゾット、卵料理の上に
スライスするだけで香りが広がるの。ちょっと削るだけで数千円とかしそうなのだ。お店によっては追加で白トリュフを削るだけでかなりの料金になることもあるわ。追いトリュフ怖すぎるのだ。ラーメンの替え玉感覚で頼めないのだ。頼んだら会計で目が覚めるわね。食べる前は夢心地、食べた後は現実なのだ。しかも白トリュフはオークションで高額取引されることもあるの。食材がオークションに出るのだ。もう美術品なのだ。実際巨大で質の良いものは特別扱いされるわね。僕、スーパーのキノコ売り場を見る目が変わりそうなのだ。でも普通のしめじやえのきも美味しいから安心して。庶民の味方なのだ。僕はしめじに感謝して生きるのだ。ということで高すぎる食べ物ランキングトップ5を紹介したわ。どれも気軽に食べられるものじゃなかったのだ。でも値段の理由を見ていくとただ高いだけじゃないのがわかるでしょう。確かに高級食材って希少性、手間、時間、香りが大事なのだ。そうね、少量しか取れない、育つまで時間がかかる、人の手で丁寧に収穫する、そして産地や鮮度で価値が変わるの。食べ物というより自然と人間の努力が詰まったアイテムなのだ。いいまとめね。でも僕はやっぱり炊きたてご飯と味噌汁で幸せなのだ。それが一番落ち着くかもしれないわね。ちなみにメタンはどれを食べてみたいのだ？そうね、やっぱり白トリュフかしら。強欲なのだ。せっかくなら一番高いものを試してみたいじゃない。僕は松茸くらいならいける気がするのだ。それでも十分高いけどね。僕には松茸のお吸い物という強い味方がいるのだ。永谷園、高級食材に勝った気がするのだ。それは多分気のせいね。みんなはこの中ならどれを食べてみたい？コメントで教えてほしいのだ。次の食べ物の秘密も見るのだ。面白かったらチャンネル登録もよろしくね。コメントで食べてみたいものも教えてほしいのだ。